おはようございます。高弘です。今日はゲストの方に来てもらってます。和田義彦さんです。和田さんです。どうもおはようございます。義彦です。本日は、高弘さんの、YouTube にお邪魔して、義彦流日中の長時間録音を多少なりとも、楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは行きましょう。始まりました。都市と写真。今日のゲスト和田義彦さんは長時間録音を使った建築写真の第一人者。もう10年近くシーンのトップで活躍されているフォトグラファーです。2017年 TIFA 東京インターナショナルフォトグラフィーアワードのディスカバリー・オブ・ザ・イヤーを獲得されるなど輝かしい実績をお持ちです。和田さんの最近の作品を何枚かお借りしました。めちゃくちゃかっこいいですね。そんな和田さんに同行し、長時間録音の撮影についていろいろ教わっていこうと思います。まずは使っている機材について説明してもらいます。こんなもんかなと思います。はい。ピントは僕のレンズこれ、シフトレンズニコンのね PC の 24mm のシフトレンズです。はい、シフトレンズについてちょっと初心者にも分かりやすく、そうですね、はい、シフトレンズはこの画面を見てもらった方がいいかもしれないですね。ちょっとシフトレンズね、名前の通りこれがね何もしてない状態、こうやって上下にね動いて、垂直をね、バーティカル水平垂直を保ちながらこう構図を変えれるというすげえこれ普通こういうふうにレンズを今煽りましたけど、そう煽ると今ね例えば、はい、これ今煽ります。煽っていくと特に左のビル見てもらうと分かるんですけど、こう上すぼみになっていくじゃないですか。もうそれを撮って、画像編集ソフトでピュッとやるのもありっちゃありなんですけど、なるべく現場でね構造をビシッと決めたいという。はい。これで、あれですね、シフトしない場合は普通の 24mm とかで同じ絵が撮れますね。シフトすることによって若干空を広く入れたり、逆に水面のリフレクションを強調するためにちょっとボリュームを大きく撮ったりっていう調整が現場で見ながらできるので、シフトレンズは素晴らしいかなと思います。ちょっとね、シフトレンズって構造的に、普通のシャッタースピードだったら問題ないんですけど、長時流してるとライトリークって光漏れがあるんで、こうやって黒い遮光布でしっかり、はい、こういったね隙間を塞いでいます。今この先端につけたのはこれは何ですか？これは ND 角型の ND フィルターですね。今10段と12段を重ねて、はい、してます。10段と何段ですか？10段と2段、2段です。12段ですね。10段っていうのはND1000 ってことですね。そうだね。若干 ND1000 の方が 9.5 とかだと思うんですけど、はい、割と海外では10段とか段で呼ぶ方が多いですか？ストップ、10ストップとか、13ストップとか呼ぶのが多いですね。一般的に商品では ND1000 とかそういう感じで、日本ではね ND1000 とか健康さんでよく売ってますよね。ここでちょっと補足。動画にあるように ND フィルターはレンズにつける黒いフィルターです。光の量を減らしてシャッタースピードを遅く長くすることが可能です。今の場合は3分とか5分とかの長時間録音で雲を流すのが目的となります。これでだいたい3分から5分ぐらいが理想的な感じですか？僕はそうですね。1枚で撮るときは5分が多いですね。5分ですね。でその5分を目安に、カメラのセッティングを
逆算していくそうというですね、大感じです。体慣れちゃうとシャッタースピード250分の1で16段つけると約5分でいい感じに撮れるんで、それを基準にじゃあシャッタースピード125だったら、10分逆に2分、それを5分じゃなくて2分半にしたかったら15段にしたらいいですよね。そういった自分の基準点を持ってたら、僕アプリも使うんですけど、そういった自分がよく使うシャッタースピードと ND フィルターの関係を覚えておくと、現場でささっと迷わなく撮れるかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。で3分終わりました。でこんな感じですね。もうすべてがフラットで、リフレクションもすごい綺麗で、若干こう空のね表情が、これがだから、モノクロにしてコントラストギュッと詰めていくと空の表情がね結構出てきていいかなと思います。ちょっと今度はシフトレンズの特徴を生かして、シフトレンズね一番上までやっちゃうと、上までシフトするとあのビルはね入るんですけど、下のリフレクションが入んないという状況だから、2回に分けて撮ります。そして後でフォトショップでマージしたりすると、もちろんね縦でも撮れるんですけど、やっぱ縦で撮ると左右がやっぱ狭くなっちゃいますので、それが僕はちょっと嫌なんですよ。なるほど。なんで、一回めんどくさいことしてます。今ね結構太陽隠れちゃったんで、隠れてるけどやっぱあっちが明るいですよね。あの辺要するに、若干バックライト気味にメインの中心のビルを後ろからちょっと後ろサイド若干後ろ斜め後ろぐらいから当てる感じで、いい感じのね光だと思うんですよ。長時間録音、ポストプロセスも結構強めにしますけど、やっぱ現場での光でいい写真撮れないと、なんか後でこねくり回してもいいものにはならないですよね。なんでその辺は普通のランドスケープと一緒かなと思います。やっぱりいい光を見つける、っていうのは大事ですよね。これから長時間録音を始めたいと、挑戦したいという人に、これはまず必要っていうものをいくつか、聞きたいんですけど、そうですね、まずこの三脚は必要ですよね。三脚は絶対これは必要ですね。そしてカメラと、そしてこの ND フィルター、これも絶対必要ですよね。シフトレンズは最初はシフトは別にあってもなくてもいいと。最初手持ちのレンズで十分です。そしてこのタイマーですね。レディーズが必要だということです。最近ねカメラでこうバルブできるのもね、セットできるのも増えてきてますけどね。カメラの設定は30秒が最大のものが多いので、そうですね、2分とか5分とかやりたい場合はこのレディーズを使って、安いもので全然十分です。はい、この時撮れた写真です。これはレタッチ前の状態ですが、すでに雲に表情が出ていますし、川面のリフレクションも綺麗です。最後は場所を変えて撮影。ここでは和田さん自身もカメラの画角に入って撮っています。この時シャッタースピードは3分。シャッター開始から1分半くらいしてからこの場所に立つことでうっすらと自分が映り込むという写真になるそうです。微妙に僕も入ってます。これね、ちょっとこのうっすらと入ってるのがね、後で画像をお送りしますけど、このねうっすら入ってるのがポイントですね。がっつり入らない。なんかこう分かる人がちょっと若い人ねよく知らないかもしれないですけど、ヒッチコックっていうアルフレッド・ヒッチコックって映画監督、あの人自分の映画にちょっと出てるんですよね。よく見ると知ってる人、これパッと見たらヒッチコックだ。僕もちょっとそういう写真を最近目指して、映ってるやんみたいな。ちょっとそういうユーモアをねシティスケープに入れたいですね。3分で非常にいい感じ撮れたんで、後でお送りします。ありがとうございます。いい写真が撮れた。もうおしまい。何枚も撮らない。
はい、この時の写真がこちらです。これもまだ編集前の状態です。この最後の1枚をまず僕がレタッチしてみましょう。僕もこういった都市景観のレタッチはそれなりに経験があります。Photoshop で少しずつ時間をかけて仕上げていった写真がこちらになります。どうでしょうか。かなりコントラストを強めてメリハリを効かせています。次は和田さんがレタッチした写真です。それがこちら。さすがですね。僕のレタッチよりも細部のメリハリが効いています。まずやっぱり雲ですね。この辺の雲のこの表情といいますか、コントラストが非常にうまく表現されていると思いました。この写真は拡大して見てみると、雲の部分のコントラストがちょっと弱いかなという感じがします。こちらが和田さんのレタッチ、そしてこちらが僕のレタッチです。やっぱりこの辺に差が出るんだなというのがよくわかります。あとビル一つ一つ丁寧にレタッチされているのもわかります。いや、拡大すると差が出すぎるのであまり拡大したくないですね。あと和田さん自身がうっすらと入っているところ、ここもうまく背景と分離されているなと感じました。僕の方はちょっとここは雑かなという感じがします。全体を見た時の最初のパッとした第一印象も、和田さんの写真はこう中心の付近に目線が自然に行くように編集されているということがわかります。もう一度レタッチ前のカラーから見ていきましょう。そして僕のレタッチ。最初の写真をここまで持ってくるのもまあすごいことなんですけど、今回は相手が悪かったです。最後和田さんのレタッチ。やはり一つの分野を極めた人は違います。写真はいろんな分野を少しずつかじってやるよりも、一つに絞ってそれをやり続けるという方が上達に向いています。それでも普通は2年3年やって飽きてしまう人が多いのですが、それを10年とか20年突き詰めていくととてつもないレベルになります。最後の写真のレタッチについては和田さんの YouTube チャンネルでヒントとなる動画を公開中です。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見に行ってみてください。今回は超長時間録音による都市景観の撮影とそのレタッチについての動画でした。それではまた。